ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今日はシーサー文房具チャンネル初のルームツアーをやっていこうと思います。実はこの部屋から引っ越すことが決まりました。なのでこの部屋での撮影は今回がラストになります。間違いなくこれまでで一番こだわった部屋です。自分の中での集大成ともいえる部屋作りになっているので、そのノウハウを全てお伝えしていきます。実はこの部屋賃貸なんですよね。賃貸でもここまでできるんだっていうところもぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。まずこの部屋の大きさとしてはだいたい8畳ぐらいですね。ここは完全に仕事部屋として使っているので、動画を作るときは基本的にはここで作業しています。実はこれまで僕は4回引っ越しをしていまして、今回の部屋が4部屋目なんですが、この部屋を選んだ一番の決め手はこの西日の良さなんですよね。窓が西向きになっているので、お部屋の2時3時ぐらいから徐々に日が入ってきて、夕方の4時5時らへんでピークで明るくなります。自分の撮影って午後が多いので、ちょうど一番いい光が入るタイミングと重なるんですよね。しかも夕日って暖かい色味です。朝の光だとちょっと青っぽくて冷たい光なんですが、夕日は暖かくて柔らかい。シーサー文房具チャンネルの雰囲気ともすごく合ってるかなと思います。では早速壁の方から見ていこうと思います。かなり壁についてはお金と時間をかけてこだわりました。この壁は貼って剥がせる壁紙と吸音パネルの組み合わせで仕上げています。まず壁紙はこれ楽天で購入したもので、15メートルのパックで8980円のものですね。色はグレージュっていう感じの温かみのある色味です。最初は白い壁紙だったんですが、壁紙を貼るだけでこのようにだいぶ印象が変わりますよね。1万円以下でこれだけ部屋の雰囲気が変わるので、コスパもかなりいいかなと思います。そしてこの壁紙の上にはソットの吸音パネルを取り付けています。こちらは吸音パネルということで、音を吸収して反響を抑える機能があります。自分の声を録音するときにどうしても壁からの跳ね返りがあると声が聞き取りにくくなっちゃうので、吸音パネルを買っています。サイズとしては30センチ ×80 センチの板が6枚セットで約2万5000円。実はもともと壁全面をこのウッドパネルで埋め尽くそうと思って、ちょっとサブチャンネルで全面埋め尽くし計画っていうのをやったんですけれども、部屋がサウナみたいになってしまって大失敗しました。そこで壁紙を貼り直して上部だけに吸音パネルを設置するスタイルにしたんですが、これが大正解でした。ちなみにこの吸音パネルなんですが、別売りで買った虫ピンっていうものを壁に挿して使っています。賃貸なのに穴を開けてもいいのかっていうところなんですが、画鋲の針の穴以下のサイズの穴だったら賃貸でも原状回復の対象外というのが一般的なので、基本的には問題ないかなと思います。さらにこのパネルの上には間接照明をつけています。こちらは Amazon で購入した炎色性の高い LED テープライトで5メートルで4699円。色温度は2700ケルビンなのでだいぶ暖かい光になります。LED でも本当にいろんな種類があるんですけれども、一番大事だと思うのが炎色性なんですよね。同じ LED でも炎色性が違うと光の自然さが全然変わるんですよね。いろいろ撮影でライトとかこだわってると炎色性の大事さっていうのをすごい実感しているので、こちらのテープライトを選びました。このライトがあることでこの吸音パネルが浮き出て見えるような立体感が出るので、かなりかっこいい空間になるかなと思います。ちなみにこのテープライト、もともと両面テープでくっついているんですが、引っ越しの時にも再利用したいなと考えているので、あえて養生テープで軽く留めて使っています。続いては床を見ていきます。こちらはフロアタイルを使っています。楽天で購入した45センチ ×45 センチのロイヤルストーン PST3135 っていうタイルで、正方形のものを敷き詰めていく形で施工できるので、結構賃貸でも気楽に作ることができます。どうしてフロアタイルを敷いたのかっていうと、部屋全体を明るくしたかったんですよね。このタイルがあることでだいぶ雰囲気が変わって明るくなります。あとこのフロアタイル、傷が本当につきにくいので、机とか椅子も本当に気楽に引きずっても全然傷つかないのでガシガシ使えますね。自分で施工したので、ちょっとタイルとタイルの間にどうしても多少の隙間が見えてしまうんですが、そこは素人クオリティということで、気になる方はプロにお願いするといいかなと思います。こういうフロアタイルって結構たくさんの種類があるので、もうネットでいろいろ調べて、もうどれにしようかなって迷ったんですが、サンプルを無料で取り寄せることができるので、20種類ぐらい取り寄せてこのタイルにしました。
ではここからはデスク周りを見ていこうと思います。デスクの右側にはゴミ箱とキャリーケースを置いています。まずこのキャリーケースなんですけれども、リモアのパイロットっていうキャリーケースですね。これ出張の時に主に使っているもので、価格は24万2000円となっています。こちらのモデルはその名の通りパイロットのために開発をされたモデルとなっていて、特徴的なのがこの上蓋の開き方なんですよね。一般的なスーツケースって一度寝かせてから開くと思うんですが、これはそのまま立てたままパカンと上が開きます。飛行機のコックピットっていう狭い空間で座ったまま必要な書類を取り出せるように設計されている、そのバックグラウンドとか歴史とかギミックとか、とにかく男心をくすぐられて、これ一目惚れで買っちゃったキャリーケースですね。ボディはアルミ製でブラックのアルマイト仕上げとなっています。わかりやすく言うと壁コスペシャルと同じ加工ですね。買ってから半年ぐらい使ってるので、若干ね傷がどうしても出てきてしまってますね。どうしても傷が気になるって方はシルバーの方がおすすめかなと思います。これも経年変化ということで、なんなら愛着が湧いています。でこちらはゴミ箱、シンプルヒューマンっていうブランドのゴミ箱で、4年前に29,700円で購入しました。ステンレスにヘアライン加工が施されていて、ラミー2000とかラミートライペンを思わせるような上質なゴミ箱です。こちらは上部を手で押すと蓋が開いたまま固定されるタイプになっています。ペダル式もラインナップされてるんですが、ペダルだと足を使う必要があるので、自分はちょっと座ったまま消しカスとかいろいろゴミをポイポイ捨てたいなと思ってるので、常に開けっぱなしにできるこのタイプが気に入っています。作業用のデスクなんですが、こちらは桜井名木店さんっていう岐阜県岐阜市にある老舗の材木屋さんでオーダーした一枚板のテーブルです。先日ね、シーサーのエアロの木製カスタムグリップの動画の時に実際にグリップに使った欅を購入したのが桜井名木店さんなんですが、その桜井さんにオーダーして、作っていただいた、一枚板のテーブルです。テーブルもそうなんですが、この下の足もオーダーで作っているっていうことで、ざっくり40万円ぐらいかかったかなといった感じです。こちら使われている木はトチの木の木が使われています。このね木目が本当にたまらないんですよね。メラメラとした立体感のある模様が本当に高級感があって美しいです。でなんか色も明るめなので、ここに座ってるとテンションが上がるんですよね。こちらのテーブルは一枚板なので、厚みがねとにかく分厚いんですよね。一般的なテーブルって突き板っていって薄い木を表面に貼って作っているっていう感じのものが多いんですが、長く使って傷とかへこみがつくとこの薄い板が剥がれちゃって内部が見えちゃうみたいなこともあるんですが、一枚板だったらこの中全部トチの木なので、最悪ね長く使って傷がたくさんついちゃったらまた削り直して使っていけば新品のような状態に戻せる、まさに一生使っていけるテーブルかなと思います。こういうテーブルをオーダーするときってウレタン塗装にするかオイル塗装にするのかっていう2択に迫られるんですけれども、自分はウレタン塗装にしました。なので多少の水滴がついても木まで染み込まないようになっています。オイル塗装にすると経年変化をね楽しむことができるんですけれども、でも実際ね皮膚が触れているところだけなんか経年変化したりとか、あとちょっと水滴がつくとシミになりやすかったり、いろいろと気を使ってしまうかなと思ったので、自分はウレタン塗装にしました。ただ熱いものを直接置くと跡がつく可能性があるので、コーヒーカップとか置くときはこのプエブロレザーで作ったコースターを置いたりして気をつけています。続いてこちらモニターなんですが、Apple のスタジオディスプレイを使っています。これだけで30万円ぐらいする超高いモニターです。でもね、画質と色味の正確さがやっぱりね圧倒的に綺麗なんですよね。以前はねデルの 4K モニターとか映像のウルトラワイドモニターとか使ってたこともあったんですが、動画編集をしてると MacBook で見る色味とモニターで見る色味っていうのがどうしてもずれてしまうことが気になっちゃうんですよね。なので思い切ってこのモニター買ってみたんですが、本当に色が全然ブレないので気に入っていますね。こちらは 5K モニターとなっているので解像度もめちゃくちゃ高いですね。作業するときは MacBook Pro を右に置いて真ん中にスタジオディスプレイ、左側には iPad Pro を置いていて MAX でトリプルモニターとして使うことができます。キーボードは Apple のマジックキーボードで、これは Apple のマジックトラックパッドですね。 Apple 信者になってしまいました。もともとキーボードなんかも HHKB のキーボードを使っていたり、あとロジクールのトラックボールなんかも使ってたことがあったんですが、最終的に Apple 製品で統一するのが一番
番しっくりきました。結構マウス派の人とトラックパッド派の人で分かれると思うんですが、自分は動画編集とかしたりするときトラックパッドが一番直感的に操作できるし、なんか指も疲れないので、なんだかんだトラックパッドが最強かなっていう感じです。でこのモニターの下にはカルディジットの TS5 プラスっていうドッキングステーションを挟んでいて、 MacBook にこのケーブルを1本挿すだけでモニターも iPad もオーディオインターフェースも全部つながる構成にしています。ペントレイは自社ブランドシーサーの一枚側ペントレイ。このカラーはマルゴーのトッポっていうカラーですね。なんか気づいたらインクが、染みついてしまってショックだったんですけれども、逆に愛着が湧くようになりました。このトッポっていうカラーは本当に絶妙なネズミ色なので、ガジェットとの相性も良くて気に入って使っています。続いてはワークチェア。いつも使ってるのがこのエルゴヒューマンプロのオットマン内蔵モデル。楽天で約13万円で購入しました。正直椅子に13万円ってめっちゃ高いなと最初思ったんですが、この部屋で作業している時の大半をこの椅子の上で過ごしています。多い時だと1日10時間以上この椅子に座ってるんじゃないでしょうか。それぐらい長時間座っているとやっぱり椅子のクオリティで疲れ具合って全然違ってくるんですよね。かれこれ 4,5 年ぐらい使ってるんですが、劣化とかも全然感じなくて、買い替えようとかも全然考えてないぐらい気に入っている椅子です。この作業デスクの左側にはもう一つテーブルがあって、これはねもういつもおなじみの撮影用のテーブルです。実はこれ僕が大学1年生の時にダイニングテーブルとして買ったもので、2018年から使ってるので今年で8年目になります。楽天で購入したんですが、この木目の主張がちょうどいいんですよね。さっきの一枚板のテーブルだと木の存在感が強すぎて、撮影する時にテーブルにね目がいってしまうっていうことがあるかなと思います。ウォールナットの木が使われたテーブルなんですが、この明るさといい色味といい、本当にこれ絶妙なんですよね。ペンを写す時に本当にちょうどいい脇役に徹してくれる、そんなテーブルなんじゃないかなと思います。このデスクの下側には自分が持っているほとんどのペンをここに収納したり、消しゴムとかを収納したりしています。でこの一番左側にはペンケースとか財布とかを入れています。この撮影机なんですけれども、詳しく一個一個何が飾られているのかとか知りたいっていう方は、以前アップしたデスクツアーの動画で詳しく解説しているので、そちらをぜひご覧ください。でちょっと撮影機材の方も紹介していこうかなと思います。でいつも撮影で使っている三脚なんですが、こちらはマンフロットの055プロアルミニウム三脚を使っています。でその上にはジッツォの3ウェイフルード雲台っていう雲台を使っています。ジッツォっていうと三脚メーカーの最高峰みたいな、そんなブランドで、僕もいつかはねジッツォの三脚欲しいなと思ってたんですが、とりあえずこのジッツォの雲台を買ってみました。三軸でこうやってカメラを動かすことができます。僕の場合横長動画と縦長動画両方で撮影することが多いので、すぐに切り替えることができます。でカメラはソニーの FX3 を使っています。もともと α7S3 っていうカメラを使ってたんですが、同じセンサーを使ったカメラとなっています。なので写りとしてはね同じで変わらないんですけれども、どうして FX3 を買ったのかというと、α7S3 で 4K60p で撮影すると結構ね夏場とか熱停止してしまうことが多かったんですよね。でもこの FX3 は冷却のファンが内蔵されているので、もうずっと撮ってても熱で止まってしまうっていうことがなくて、そこはねかなり気に入っています。あとカメラケージっていうのを追加で購入すると、いろいろとねネジをこうやって取り付けることができるので、例えばここにマイクを取り付けたり、電子ビューファインダーを取り付けたりみたいな、本当に拡張性が広がるっていうところはなんかねロマンがあってめっちゃいいんですよね。そしてライティングですね。ここは結構企業秘密的なところで、これまでこのライトの使い方についてあまり言及してこなかったんですが、自分自身映像にすごくこだわってて、文房具の動画とか写真を綺麗に撮りたいと考えている人にこのノウハウを後世に残したいなと思うので、もう全部公開しちゃおうかなと思います。こちらゴドックスの SL202 っていう 200W のライトを2台こうやって窓側に向けて照射して、でこの白い拡散する紙に当てています。その反射する光でペンとかの被写体を照らすという方法でやっています。
光を全てバウンドさせることで柔らかくて自然な光で撮影できるんですよね。なので夜間に撮影しても昼間のカーテンから差し込む自然光で撮ったのとほとんど変わらないぐらいのクオリティになります。で、コツとしてはこういう大きいライトは片側から当てるっていうところですね。両方向から強い光を当ててしまうと結構影が消えて立体感がなくなってしまうので、あえて左側だけに当てるようにしています。で、このライトを支える突っ張り棒はマンフロットのオートポールですね。すごい重たいライトも取り付けられますし、何より場所を取らないっていうのがすごくいいんですよね。このオートポールにかかっているカバンを紹介していきます。まずはこちら、エイブルキャリーのコアスリング。香港のバッグブランドが作ったスリングバッグで価格は2900円。本当にちょっとしたお出かけなんかはすごく重宝してる、最近買った中でもかなり気に入っているバッグですね。そしてその下にあるのが大輔古川というブランドのプエブロレザーのトートバッグです。4年ぐらい前にふるさと納税で手に入れたもので、当時は15万円ぐらいの寄付でもらえたんですが、今は23万4000円に上がっています。このカバンはミシンを一切使わず全工程を手縫いで仕上げてるんですよね。僕が一番好きな革であるプエブロレザーしか使ってないすごく贅沢なカバンで、4年経っても型崩れ全然しなくて、結構経年変化もしてだいぶいい色に仕上がってきました。スーパー行った時のエコバッグとして使ったり、結構ガシガシ使ってるカバンですね。こちらは象印の加湿器ですね。お湯を沸騰させて加湿させるので、これを使ってると部屋自体も温まるような感じがします。そもそも沸騰させるので電気代は結構高いんですが、フィルター掃除とかの手間は一切ないのですごい楽ですね。ここで天井の照明の紹介もちょっとさせていただきます。一般的な家ってこういう UFO 型のシーリングライトを使ってるっていう方多いと思うんですけれども、どうしてもそれだと生活感が出てしまうんですよね。なので自分はこのダクトレールにスポットライトを複数つけるスタイルにしています。ダクトレールは楽天で買った共同照明っていうメーカーで 1.5 メートルのものを使っていて、でスポットライトは基本的にはエジソンスマートっていうメーカーのスポットライトを使っています。これを買ったのが 3,4 年ぐらい前なんですが、その当時ってスマホアプリで明るさとか色味を変えられるスポットライトっていうのが現状これしかなかったんですよね。なのでこれをもうずっと使っているっていう感じです。普段は一番暖かい設定で使っていますね。一応こんな感じで黄色い光から白い光まで変えることができるんですが、自分は一番暖かい設定で使っています。でそしてこれがね、一番高い照明なんですけれども、トキスターっていうメーカーのダイナミックアダプティブスポットライト、価格は約13万円です。これね、何がすごいかっていうと、まず光の質が圧倒的に高いですね。炎色性が本当に高いので、美術館とかでも使われるレベルの本当に業務用の炎色性を持っています。さらに光が当たる範囲をこんな感じでボタンで操作することで自由にコントロールすることができます。めちゃくちゃ狭いピンポイントにスポットライトを絞ったり、逆に広く照らしたり、そういったのを自由自在に調整できるんですよね。自分の場合このスポットライトをこの撮影しているここの壁に当てているんですよね。でさらにこの壁だけにピンポイントに照らしたかったのでこちらを買いました。このライトがある状態とない状態で比べてみると華やかさが全然違うかなと思います。やっぱり壁にこういうね上質なスポットライトの光が当たることでそういった上質な空間にすることができます。この光があるかないかだけで13万円もかけたっていうところでちょっとこだわりすぎたかなっていうところはあるんですが、でも動画の映りが少しでも良くなるならもう本当にいくらでも払ってもいいかなっていうふうに思っているので、もう調べに調べまくってこのライトが最強だと判断して購入しました。で反対側背を向けていきますと、ここ一面全部がクローゼットになってるので結構ね収納たくさんあるんですよね。まず一番右側見ていくと、フロアタイルを敷くときに余ったタイル置いてたり、壁紙の余りとか一応ここに置いています。その上には書類系を置いています。でこの真ん中のスペースが結構いろいろとね入れていまして、これもカインズで買った引き出しを使って入れてるんですが、ここにはシーサーのエアロ合成感マックスシャーペンのね開発する時の3
ンプルだったり、ちょっとだけストックをここに置いてたりもしていて、あとはダクトペンケースのなんか色違いサンプルとかもここにしまっています。ダクトペンケースのプエブロバージョンとかもね、サンプルで作ってみたんですけれども、どうですかね。やっぱりプエブロってめちゃくちゃ匂いもいいし、いい革なのでね、もしプエブロバージョンも出てほしいっていうコメント多かったら、ちょっと商品化しようかなと思っています。で、この右側の引き出しには、これは捨てられないなっていう化粧箱とかを入れていたり、あとは買ったけどまだ紹介できてないペンたちの化粧箱とかを入れてたりします。ここら辺もね、早く紹介したいなと思うんですけれども、動画を作るペースより購入するペースの方が早くて、ちょっと今パンクしてる状況です。で、この上側には Apple 製品の化粧箱だったり置いていますね。で、最後一番左側のこのクローゼットなんですが、ここには服をかけていますね。自分が持ってる服は基本全部ここに収まるぐらいの量にしてて、あんまり増やさないように、新しいの買ったら売るようにしています。ちなみにこの今着てるこのスウェットなんですが、自社ブランドシーサーで初めて、アパレルを始めようということで、現在販売中のスウェットとなっています。コーデュラ裏フリースっていう生地を使っていて、ちょっともちっとした触り心地がすごく気持ちいいんですよね。で、コーデュラっていうことでかなり耐久性のある糸を使っているので、毎日気楽にでも高級感のある、そんなスウェットとなっています。で、この光沢感もね、本当に絶妙で高級感が結構あるんですよね。お値段は 14,300 円で、ちょっと高級なスウェットなんですが、冗談抜きで最近これしか着てないっていう感じで気に入っています。で、このスウェットの上にこういうジャケットを羽織ったりするだけで、結構いろんな場面で対応できるので、気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。で、この上側にはこれまで買った時計の化粧箱をこうやって保管していたり、あとはリュックですね。エイブルキャリーの Max EDC と Air のシティパックプロ2をここに置いています。はい、ということで今回シーサ文房具チャンネル史上初めてのルームツアーをお届けしてきました。8畳の賃貸なんですが、フロアタイルとか壁紙、あと間接照明でここまで変えることができるので、ちょっと部屋をおしゃれにしたいなとか考えている方はぜひ参考になれば嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。